動画をご覧いただきありがとうございます。本日も商品のご紹介の動画になります。昨年私が初めて企業案件をさせていただいたケブテックさんから久々メールをいただきまして、また担当者同じアリスさんという方ですね。こんな感じでメールをいただきました。ちょっと読みますと、この前ケブテックの商品レビューに関してクオリティの高い動画を作成していただき心より感謝申し上げます。さて本件でご連絡させていただきますのは弊社電動剪定バスミ YD6622 についてぜひそちらの動画で実際にテストしていただきたいためです。ということでまたこの新しい商品を試してくださいというお話でした。正直ね、電動剪定バサミを毎年買う人っていないと思うんですけれど、2本目あってもなというのはちょっと思いましたが、せっかく新商品ということで使ってみました。すると、思いのほか前回の不満だった点が解消されてまして、結構しっかりしたメーカーだなというのは感じました。順番にご紹介をしていきます。実際の箱はこんな感じです。ちょっと開けてみますね。マニュアルは英語と日本語と両方記載があるという感じです。しっかりとしたマニュアルになってますので、他のメーカーさんのひどい説明書なんかよりはもう好感が持てる説明書です。で、ちょっと中身も見ていきます。今回最大の改良点は前回バッテリータイプだったんですけれど、今回タイプ C 型の USB で充電できるっていうのがすごく魅力的な改良点でした。形はこんな感じ。前回のものよりはちょっと小ぶりなんですけれど、当然軽くもなってますので、使いやすい、取り回しがしやすい商品かなと思います。これは油を中に入れて、油を刺す用のものですね。外観はこんな感じの商品です。後ほど比較しますけれど、だいぶ小型になっています。実際に動かしてみますと、使い方は前回と一緒。電源を入れて2回トリガーを引くと起動します。すごいトリガーを引いた時のレスポンスも良くて使いやすい剪定バサミかなと思います。ちなみに去年いただいた B05540 の方はこんな箱に入ってまして、実際並べてみるとサイズ感がこのぐらい異なります。すごくね、この電動剪定バサミ便利だったんですけど、やっぱり重たかったんですよね。1キロぐらいありますんで、男性だったらいいんですけど、正直多分女性には重すぎかなと思いました。刃の大きさもこのぐらい変わってきます。これでなんとなく想像はつくかと思うんですけれど、今回の YD6622 は軽量なので、どちらかというと、家庭向けの商品かなと思います。かといって、切れないわけではないです。ちょっと後ほど切ってる動画もお見せします。一つの特徴が刃の大きさが違いますので、切断径、切れる枝の太さが倍近く変わってきます。前の商品が 780g だったのに対して、今回の商品は 780g で、前の商品がちょっと間違えましたね。1kg じゃなくて 1.3kg ぐらいだったかな。なので、倍まではいかないんですけど、だいぶ軽量化されています。これ本当に大きい違いです。
実際に測ってみましたけど、だいたい 800g ぐらいでした。で、前使ってた剪定バサミは 1.3kg なので、これだけ比べていただいても、500g ってもうスマホ 2.5 台分ぐらいの重さでしょうから、だいぶ違うのがわかるかと思います。小型になった分、軽量化もされたんですけど、切れる枝の太さが変わってきてしまいます。22mm。ただ、これは2回ハサミ入れてあげれば切れますので、太いから切れなくはないって感じではあります。実際切ってる動画がこちらです。このぐらいだったらスパスパ切れます。このぐらいまでかなって感じです。このぐらいの太さになると、一発で切れないんだけど、2回やれば切れます。バッテリーに関してはもうずっと持ちますんで、あんまり気にしなくていいかと思います。先ほどのように2回入れてあげれば切れちゃいますから、そんなに細い枝向けとまでは意識しなくていいかなと思います。とにかくね、軽くてスパスパ切れていくんで、とても気持ちがいいです。とはいえ、B05540、いろんな型が出てますけれど、最大切断径が 40mm のハサミは、やっぱり太い枝、40mm 以上の枝も2回入れてあげれば切れますので、チェーンソーとか必要なシーンでもこれ1本あれば切れてしまうので、作業が劇的に楽にはなります。両方使ってみましたけど、やっぱり軽さは強いなっていうのは感じました。枝に関してはね、そこまでは気にならないですので、ノコギリとか持ち歩いてしまえば、この YD6622 で切れない枝も、ノコギリで対応してあげればいいかなっていう感じですので、そんなに気にはなりません。はい。そんなわけで、お値段なんですけど、13,999 円。結構ね、セールしてますので、安く買えるタイミングがあったら、買ってみるのもいいんじゃないかなと思います。とにかくこのケブテック製の剪定バサミは切れるし、1年通して、すごいヘビーに使いましたけど、ちょっと切れ味落ちたかなって感じで、研いであげればすぐ復活しますのでおすすめです。あと、最悪買えば買えちゃえば元通りに切れますので、本当に酷使したんですけれど、壊れることなく大活躍してくれました。あとここの部分ですね。タイプ B じゃなくて、タイプ C で充電できるのも良いところかなと思います。充電がとてもしやすくなりました。ちょっと注意をしてほしいんですけど、ここの部分、説明書にも注意書きで書いてあったんですけど、専用のアダプターで充電してくださいってことでちょっと気になって確認はしたんですけど、アウトプットが 5V の 1A だから結構これ高出力の充電器なんか使うと充電が正常にできない、もしくは壊してしまうかもしれませんので、もしお求めになる方いましたら充電の規格に関しては、例えば 2.4A とか 3A とか急速充電用のタイプ C の充電持ってる方いらっしゃるかと思いますけど、あれでやらない方が良いと思います。ちょっと怖いんで試してないんですけど、寿命を縮める可能性がありますので気をつけてください。はい。そんなわけで、実はこれ以外にももう1本、持ってまして、私手持ちの電動剪定バサミが3本になっちゃったんですけど、とても本当にここのメーカーの商品はアフター含めて非常に良いメーカーだと思っていますので、剪定バサミどこの買おうかなって思ってる方いらしたら、おすすめかなと思います。前回の動画見てる方ご存知かもしれないんですけど、前回マキタ互換の剪定バサミのはずなのに、マキタのバッテリー使えなくて、いきなり発売中止になった面白い商品ではあったんですけど、今回はそういうのなしで正常に使えましたので、安心して使っていただければ良いかなと思います。はい。では本日はこの辺りで、失礼します。また、ちょっと紹介しないといけない商品の動画も溜まってますので、除草剤のお話もしつつ、商品のお話もしていきたいと思いますので、ぜひ次回の動画もよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。